皆さんこんにちは、ミスター VR です。今回なんですけど、これはオキュラスクエスト2以来でしょうか。久々に超おすすめしたいヘッドセットがあります。自分の中でこれ革命が起きました。そのヘッドセットはマイクロ有機 EL で高精細、5K の高解像度、重量わずか 200g という革新的なスペックとなっています。そのヘッドセットとはアルパラ VR です。この機種現在クラウドファンディングの真っ最中で2022年1月に発送予定ではあるんですけど、なんと今回アルパラさんから先行で実機をレンタルさせていただきました。この機種は自分も Facebook とかインスタの広告でちらほら見かけてて結構気になっていました。ただ 200g と超軽量なのにこのスペックって快適に本当に遊べるのか少し疑問でした。そして今回実機を使ってみて分かりました。これは本当におすすめしたい。特にアダルト VR ユーザーの皆さん、もちろん VR ゲームでもこれまでのヘッドセットと大幅に違いを感じることができます。画質がこれマジで半端ないです。ぜひ皆さんにもこの興奮を体験してもらいたいと思いまして、アルパラについてもまだ情報がなくて未知な機種だと思いますので、今回はかなり徹底的に解説しました。ぜひ最後までご覧ください。アルパラ社についてまず聞き慣れないメーカーだと思いますので説明しておきます。アルパラ社は中国のスタートアップ企業です。今年の6月に2つの VR ヘッドセットを発表しました。1つが今回紹介するアルパラ VR ヘッドセット、もう1つは一体型のアルパラオールインワンヘッドセットです。アルパラ VR ヘッドセットは後でじっくり紹介するとして、一体型についてはまだ発売については未定です。基本的なスペックは今回のアルパラと同じで、チップセットはクエスト2と同じスナップドラゴン XR2 が使われています。発売はまだ先だと思うんですけど、もっと詳しいことが分かればまた動画にします。アルパラ社はヘッドセットだけでなくてメタバースの実現に向けてアルパラランドという独自のソーシャルプラットフォームを展開することを予定しています。専用アバターを使ってユーザー同士映画やゲームを楽しんだり、ビデオ会議や仮想オフィスなどビジネスでも使える機能も備えています。VR チャットに似たような仮想世界ではあるんですけど、アルパラランド内で使える通貨もあるようで、そのあたり注目したい点です。それではアルパラのスペックを実機の体験も交えて説明していきます。事前に知っておいてほしいのが、今回の実機は試作機のような感じなので製品版とは多少異なっている可能性があります。デメリットも説明していきますが、製品版では改善されている可能性があることは念頭に置いておいてください。アルパラの一番の特徴は何といってもディスプレイにマイクロ有機 EL が使われていることです。有機 EL とは皆さん聞いたことがあると思います。 PSVR とか初代のオキュラスクエストにも使われていますね。液晶と比較して発色が良くて黒の表現に強いというメリットがあります。ただしこれまでの有機 EL はサブピクセルの配列の関係で映像が網目かかってしまうスクリーンドア効果が目立つものが多かったです。なので発色が良くても満足な映像が楽しめないという欠点がありました。マイクロ有機 EL は簡単に言えば有機 EL のメリットはそのままで、サブピクセルの密度が高くてスクリーンドア効果がない高画質を実現しています。マイクロ有機 EL は前にアップしたエンリアルエアでも使われていて、実際見てみると本当に映像がめちゃくちゃ綺麗です。解像度は片目 2560×2560、 両目で 5K となっています。リフレッシュレートは最大で 120Hz です。このマイクロ有機 EL ディスプレイと解像度、リフレッシュレートでアルパラが実際どこまで高画質に見えるのか、これはまた後半でじっくり解説します。外見を見ていきます。これすぐに分かるのがとても小さくて軽いことです。動画でも軽さが伝わるレベルだと思います。重量は 200g とかなり軽量になっています。他のヘッドセットでここまで軽いのはちょっと想像できないぐらいの軽さですよね。クエスト2が 571g なので、それと比べると約3分の1ですから相当軽いことが分かります。ここまでの軽さよく実現できたなと逆に心配になるぐらいですね。他のヘッドセットもここまで軽くなればいいなと思いますね。ちなみに色は今回黒色になっているんですけど、製品版は白色です。本体の周りを見ていくと上部には通気口、こちらはキャップになっていて取ると外付けアクセサリーを接続するためのマイクロ USB があります。このキャップなくしてしまいそうなので注意しましょう。底の部分にはイヤホンジャック、
こちらのボタンは明るさ調整で、ボタンを押すごとに明るさが変わっていきます。ただホームページでは音量調整ボタンになっていたので、製品版ではそうなると思います。同交換距離はここをスライドさせて 56mm から 72mm で無段階に調整できます。そして通気口マイクで、これは 2D と 3D モードの切り替えボタンです。3D モードは通常の VR として使うモードです。もう一つの 2D モードは何なのか、これ気になると思います。これはヘッドマウントディスプレイのような形で使うことができます。例えばパソコンに接続した時は、パソコンの画面をヘッドセット内に大画面で映し出すことができます。映画を見たり大画面でウェブを見たりするのに最適ですね。画質はとても綺麗なんですけど、少し問題なのが画面の端が歪んで見えることです。パソコンにケーブルを接続するだけでツールなど不要で使えるのはいい点なんですけど、本格的に同じようなことをやる場合は PCVR でバーチャルデスクトップを使った方がいいでしょうね。こちらは USB Type-C の差し込み口です。 PCVR として使う場合はこちらにケーブルを挿します。これちょっと不便だなと思ったのが、差し込み口が本体の下側になっているのでケーブルの取り回しが不便になることです。クエスト2の場合は側面についていますし、Vive Pro 2は上からケーブルが伸びています。これだったらケーブルを天井に吊るした時にケーブルが邪魔になりにくいですね。アルパラで同じようなことをやってみると、プレイ中に回転するとケーブルが絡まってしまいました。本体を置く時もケーブルが邪魔になりますし、逆さまに置けばいいんですけど、あまりこれやりたくないですね。もう一つこれ気になるかもしれないんですけど、ケーブルが抜けやすいのではないかという点ですね。これに関しては結構カチッとケーブルはまるので、ちょっとのことでは抜けないと思います。さすがにコントローラーを思いっきり振った時に思いっきりケーブルに引っかかってしまうと抜けてしまうと思うんですけど、プレイ中に抜けてしまうといったことはないと思います。どちらにしてもケーブルはヘッドストラップにくくるなどの工夫が必要かもしれません。スピーカーもこちらに内蔵されています。スピーカーの音質は可もなく不可もなくといったところだと思います。イヤホンを使わなくても問題なくゲームや映画を楽しめます。レンズの部分なんですけど、これ嬉しいことに度数調整ができるようになっています。Vive Pro でも同じような仕様でしたね。目が悪くても度数調整することではっきり見えるので、メガネをかける必要がありません。メガネをかけていないのに映像がはっきり見えるというのは、これなかなか感動しますよ。アルパラはレンズと目の距離が近くて、メガネをかけて使うのはほぼ無理だと思うので、メガネユーザーの人は必然的にこの度数調整をして使用することになると思います。度数調整の範囲はマイナス5からプラス1までで、ダイヤルを回して調整します。見えにくいけどこれメモリがついています。一つ注意したいのは、この範囲でのみ調整が可能なことです。自分はコンタクトが右目マイナス 6.5 で左目マイナス5というそこそこ目が悪いんですけど、マイナス5までしか調整できないので右目が若干足りませんでした。マイナス1ぐらいの差だったらほぼぼやけは感じないのでそこまで支障はないんですけど、それ以上の度数調整が必要な方とか、また乱視の場合はコンタクトを使用するなどの方法が必要になってきます。視野角は95度となっています。クエスト2もだいたい95度ぐらいなので同じぐらいですね。実際に視野角を測ってみるとほぼ90度でした。実際の見え方もクエスト2よりちょっと狭いなと感じました。ヘッドストラップの調整はダイヤルを締めたり緩めたりすることができます。これヘッドストラップの取り外しも可能です。このような感じですね。ゴムバンドのものとかスペアに交換することができます。実際に着用してみます。持った時も軽かったんですけど、着用するとその軽さがさらに実感できて驚きます。ほぼ負担を感じずにクエスト2と比べても明らかに快適です。頭頂部にストラップがないのも大きいと思います。 VR ゲームしたいけどヘッドセットつけるのがめんどくさいなと思う時皆さんありませんか？アルパラは着用が楽にできるのでその感じがかなり軽減されます。髪型も崩れにくいですし手軽に使える感じがいいですね。ただ少し気になったのが後頭部のクッションの部分の接地面があまりないことと、頭頂部にストラップがないことでどうしても頭全体で支えているようなホールド感は薄くなります。前面と後頭部の2点で支えている感じですかね。そしてフェイスクッションがこれまた薄くて硬いのであまり快適とは言えません。着用するとフェイスクッションが当たっている部分が締め付けられている感じがあります。これ
こそ製品版では改善されてほしい部分だと思いました。さて、ここまでスペックを紹介してきましたけど、確かに良さそうなのはなんとなく分かったけど、実際何ができるのか、何が遊べるのかってところ気になると思います。アルパラはパソコンとケーブルで接続して PCVR として使うことももちろんできるんですけど、実はスマホと接続することもできます。これはかなり使い道広がりますよね。ディスプレイポート対応のスマホであれば直接接続をするか、非対応であればミラーキャストというコンバーターを使用すればほぼ全ての機種を接続することができます。今回のレビューでは対応スマホを持っていなくてミラーキャストはなかったので実際の体験レビューはできませんでした。スマホと接続するとヘッドセット内にスマホ画面を表示させることができるのだと思います。3D 映画のようなコンテンツも再生することもできます。 VR180 や360度動画が見れたらいいんですけど、それは見れるかどうか分かりませんでした。やはりパソコンが不要で本体も小型軽量なので外出先でも使えるというのがすごくいいと思いました。クエスト2はさすがに外出先で使うというのは持ち運び大変だし、外で着用するのはかなり勇気がいりますけど、アルパラぐらいのサイズ感だったらなんとかいけそうな気がします。 PCVR として使う場合はアルパラホームという専用のソフトをパソコンに導入してアルパラとの接続を管理します。こちら現在英語と中国語のみの対応となっています。ちなみに公式サイトの説明も日本語非対応なんですけど、本体に付属している説明書は日本語対応のものが付属します。ここからコネクトを押すと SteamVR が起動します。あとは他のヘッドセットと同様に扱うことができます。パソコンの要求スペックはこちらです。要求スペック以外にもポートの種類によって未対応のものもありますのでご確認ください。 PCVR として使う場合に一つ注意点があります。それは専用トラッカーが必要なことです。これがないと6ドフでゲームを楽しめません。トラッキングは推奨されている方法が2つあります。1つが NORO CV1 Air を使う方法で、もう1つがアルパラトラッカーを本体に装着して HTC Vive のベースステーションとコントローラーを使う方法です。今回アルパラトラッカーはなかったので NORO Air を使いました。それで分かったことが、ゲームをプレイする場合はアルパラトラッカーを使うことを強く推奨したいことです。なぜなのか説明したいので、ここで一旦 NORO Air の使い方を少し説明します。NORO Air はスマホ VR など3ドフの VR ヘッドセットを6ドフのトラッキングにすることも可能にするデバイスです。例えば Oculus Go は3ドフのヘッドセットなので上下左右の頭の回転のみが認識されます。プラスでノロトラッカーを使用すると上下左右の回転にプラスして前後左右の移動などの現実と同じ動きが可能になります。ちなみに NORO Air の他にも NORO CV1 Pro や NORO X1 というトラッカーと一体になったヘッドセットも発売されています。 NORO Air のセットアップはアルパラホームで行うことができます。 NORO インタラクションデバイスのところでペアリングをチェックします。詳しい手順はアルパラのホームページに載っているので省略します。セットアップは比較的簡単にできるんですけど、こちら使用してみて少々問題がありました。一つはトラッキングの精度が悪いことです。トラッキングがややブレてしまうのでゲームをプレイするのには向いていないと思いました。いろいろとベースステーションの距離を近づけたり遠ざけたり何度もキャリブレーションしたりとか試してみたんですけど、どうやってもトラッキングがブレてしまいました。またコントローラーが頻繁に現実の手の位置とずれてしまうのでたびたびキャリブレーションしないといけなくなります。ビートセーバーのようなコントローラーを激しく動かすゲームだとコントローラーのトラッキングがついてこずに十分にプレイできませんでした。もう一つがこれ結構問題で、トラッキングの範囲が180度ということです。ベースステーションはこれ1個しかないので前方180度だけしかトラッキングされないようです。ベースステーションから背を向けたり上を向きすぎるとトラッキングが飛んでしまいます。バイブのベースステーションのように対角線上に2つ取り付けて使用みたいなことは可能なのかもしれないんですけど、公式を見る限りそういった使用は見られませんでした。この2つのことがあるので、もしアルパラをゲームプレイで使いたいと思っている場合はアルパラトラッカーと
バイブトラッカーを使用することはほぼ必須と言えると思います。アルパラトラッカーでのテストはできていないんですけど、それだと正確にトラッキングするのではないかと思います。もし今アルパラの本体だけをクラファンで支援していて、ノロエアーでいけるだろうと思っている方がいたら、アルパラトラッカーは追加購入しておいた方が良さそうです。解像度の設定について少し触れておきます。実は 5K の設定だと 120Hz では遊べません。3D のモードの切り替えボタンを連続して押すと解像度の変更ができます。設定できる解像度は4種類です。こちらの通りです。そしてそれぞれリフレッシュレートに制限があります。このような感じで 1920×1080 の解像度でのみ 120Hz になります。ここは少し期待外れな点かもしれません。この設定で使ってみたかったんですけど、今回貸し出ししてもらったケーブルが非公式のディスプレイポート 1.3 のものだったので、設定できる数値が異なっていました。設定可能な解像度はこちらでした。この中のうちの 5088×2544 に設定をすると映像が映らなくて、3840×1080 の設定は製品版にはなくて、しかも映像が縮小して表示されるので除外します。なので 5120×2560 の 30Hz、3840×1920 の 60Hz、この2つの設定でテストをしました。それで分かったことがあります。 30Hz だとかなり残像感があることです。 30Hz は簡単に言うと1秒間に映像が書き換わるスピードが30回ということですね。これ数値だけ見ると結構速いように感じるんですけど、クエスト2は今では 120Hz ですから 30Hz となると少し低いことが分かります。実際ゲームをプレイしてみると少し横を向いただけでも残像感がありました。これでは快適にゲームをプレイできないですし、人によってはすぐに酔ってしまうと思います。3840の 60Hz だとまだマシになりました。それでもやや残像感はあるので、もう少しリフレッシュレート欲しいけどプレイはできるかなというぐらいです。回転するような場面では特に残像感があります。ケーブルを公式のものにすれば 5K で 70Hz になるので多少はマシになると思うんですけど、十分快適というほどではないかもしれません。製品版では 5K だとこの2つの設定があるんですけど、解像度にほぼ差はないので 70Hz で使うのがいいと思います。5120の設定は使う場面があるのかはよく分かりません。ここで一つお伝えしたいのが 3840×1920 の解像度でも十分綺麗だということです。5088よりは当然画質は落ちるんですけど、3840でも他のヘッドセットよりいいと言えるぐらい十分綺麗です。なので考えられる設定方法は、ゲームをがっつりプレイする場合は3840の 90Hz でプレイして、動画やウェブを見るときは5088の 70Hz で使うという感じで使い分けると快適に遊べると思います。設定も本体のボタンを押せばすぐに切り替えられるので便利です。それではここが一番お伝えしたい画質についてです。これ実際アルパラ使ってみて本当にびっくりしました。使うまではマイクロ有機 EL で 5K の解像度って本当だとしたらこれかなり画質綺麗そうなんですけど、 200g で本当にこれ実現できているのかって正直に懐疑的に思っていました。それが今こうして実機を使えたことで確認することができて本当に良かったと思います。これまで Oculus Quest 2や初代の Vive Pro、Vive Pro 2、Pimax 8KX など自宅で自分でいじれる環境で使ってきたんですけど、その中でも間違いなく一番綺麗です。少し綺麗だなみたいな感じではなくて、これが明らかに綺麗だとこれ断言できます。スクリーンドア効果はもちろん皆無です。画質ももちろんなんですけど、やはりマイクロ有機 EL というだけあって色味もすごく自然です。実際の数字を比較してみましょう。 VR の画質の綺麗さを測るために使われている PPD というものがあります。 PPD は角画素密度といって視野1度あたりの画素数のことで、この数値が高ければ画質が綺麗ということになります。 PPD は水平方向の画素数割る水平視野角で計算できるので、アルパラの場合は2560割る95で 26.9 となるはずなんですけど、公式ブログには 38.1ppd と記載がありました。どのような計算でそうなるかはわからないんですけど、クエスト2は約 20ppd でそれの約2倍綺麗ということになるわけなんですけど、確かにそれぐらい綺麗なのでこれ間違いないと思います。
38.1ppd がどれだけすごいのかというと、先日動画をアップした前代未聞の超絶性能機種 Pimax12K QLED が 35ppd ですから、それより高いです。他にもこれはまた後日動画アップする予定なんですけど、バリオから発売されたバリオエアロも PPD は35です。この2つの機種は価格が20万円以上します。ちょっと高いですよね。着用感とか視野角とか画質以外のところは優れてはいるんですけど、さすがに20万円以上は手が出にくいですよね。ではアルパラがいくらかというと、現状クラファンのみで発売されているので価格帯は分かれているので、詳しくは後で説明するんですけど、本体だけだったらなんと約6万5000円です。ここまでの高画質を体験しようと思ったら、他のヘッドセットだと20万円以上かかるのが、アルパラだったら10万円以下なわけですね。 PCVR で同じ価格帯のヘッドセットは自分も結構前に紹介したリバーブ G2 があります。画質が良くてアダルト VR を見るには最強ということで紹介しました。価格は約6万5000円でアルパラとほぼ同じなんですけど、 PPD については約半分の 18.9 です。これまではリバーブ G2 が最強だったわけなんですけど、アルパラの登場で記録が塗り替えられました。リバーブ G2 の動画を見返して自分でも忘れていてびっくりしたんですけど、リバーブ G2 以上の画質のヘッドセットはディスプレイがマイクロ有機 EL とかになってくるんじゃないかと思いますと動画の中で言っていました。高額なもので言えばもっと高画質のヘッドセットはあるんですけど、同じ価格帯でリバーブ G2 以上の画質のヘッドセットはまさにマイクロ有機 EL 搭載のアルパラだったというわけですね。画質以外にももう一つ映像が綺麗に見える理由があります。それはパンケーキレンズが使われていることです。パンケーキレンズは一眼レフのレンズと同じような完全透明なレンズです。多くのヘッドセットにはフレネルレンズという同心円状に溝が入ったタイプのレンズが使われています。これには欠点があって、レンズに光が反射して映像が見えにくくなるゴッドレイが発生しやすいことや、スイートスポットが小さいという点があります。パンケーキレンズはそのデメリットを解消しています。アルパラは光の反射もなくクリアな映像が楽しめます。ただ実際に使ってみてデメリットに思ったのが、フレネルレンズに比べてデリケートな点です。レンズが汚れた時にクエスト2とかだと推奨はしないんですけど、服の裾で拭いてもある程度は拭き取れますけど、アルパラのレンズは見るからにデリケートで小傷がつきやすそうな感じなので、クリーナーを使って拭くようにしました。フレネルレンズに比べて指紋や顔の油がつきやすくて拭き取れにくいというのもあります。取り扱いには十分注意しましょう。画質に関連して映像の見え方という点で気になることがありました。色周差があることです。レンズの周囲の映像がちょっと緑みがかって見えます。一番分かりやすかったのがアダルト VR を見ていて、女優さんの下着が緑に見えたことです。色周差があるというのは事前に知っていたんですけど、いつもはピンクなのに明らかに緑に見えたので一瞬あれってなりました。普通にゲームをプレイしている時はほとんど気にならなかったんですけど、リアルなシチュエーションだからなのか、肌にピンクのような分かりやすいシーンだからなのか、製品版ではこれ改善されていくことを願います。ここからは実際にゲームをプレイしてみました。スカイリムとかメダルオブオナーとかいろいろゲームを試してみて、一番良かったなと思ったのはハーフライフでした。ハーフライフは将来的にハードが進化しても対応できるほどのクオリティになっているようで、まさに次世代機種のアルパラでプレイするとグラフィックの綺麗さがかなり際立ちました。ここまで細かくグラフィックが描かれていたのかとアルパラでプレイして気づきました。まさしく現実と区別がつかないレベルです。個人的にはここの草とか本当に現実に見えました。ハーフライフだけでなくてもいつも遊んでいるゲームが高画質になるだけで別物かのようなクオリティになりますね。では皆さん気になっているアダルト VR を見たらどうなるのかですよね。クエスト2の解像度は両目で 3664×1920 ですね。アルパラの 3840×1920 の設定だと比較するのにちょうど良さそうです。それで見比べてみてもほとんど見え方は違いないだろうと思っていました。ただこれが
本当に驚いたのが、今まで見ていた全く同じ作品が別物レベルに綺麗になったんですよね。これはね、本当に見た瞬間分かるレベルに違いがありました。クエスト2からアルパラと変えてみても明らかにいいと分かりますし、アルパラからクエスト2に変えてもやっぱりこれ画質下がるなって分かるレベルですね。ゲームはもちろん違いが出るだろうと思っていたんですけど、まさかVR 動画でも違いが出るとは思いませんでしたね。むしろ解像度は同じなのになぜここまで綺麗に見えるのか不思議です。やっぱりスクリーンドア効果が全くないというのも関係しているのかもしれません。クエスト2でも頑張ってみようとしたら網目模様一応ですけど見えますからね。アルパラは全く見えないです。単純に有機 EL なので色合いがいいっていうのはあると思います。肌の色が本当に自然でツヤ感というかリアル感がより分かりますね。服や髪の質感もよくわかるんですよね。ほぼこれリアルに近いです。アダルト VR の画質もそろそろ頭打ちかなと思っていたんですけど、ハードが変わるとここまで画質が変わるとは思いませんでした。アダルト VR の未来は明るいと改めて思いましたね。やっぱり液晶より有機 EL に本能を支配されているとはなんとも嬉しいような悲しいような現実ですね。正直ここまで綺麗だとアルパラ以外のヘッドセットでは満足できない可能性があると思いました。アルパラ返却したらこの画質恋しくなるんじゃないかなと危機を感じていますね。アダルト VR 見るためだけにアルパラを買ってもいいレベルだと思います。もう本当におすすめしたいです。ということで私アルパラ買うことにしました。そろそろレンタルしている本体は返却しないといけなくて、製品版が到着するの来年の1月ですから、それまで我慢しないといけないのは辛いですけどね。購入についてはクラウドファンディングのサイトでしかできないので、今まで使ったことがないという人のためにも購入手順を説明しておきます。はい、じゃあまずアルパラの購入ページに行くために概要欄に貼ってあるキャンプファイヤーのページに飛んでください。こちら開くとこのページ表示されると思います。もう今会員登録済ましてログインしている状態です。募集終了まであと8日しかなくて、多分動画アップする頃には7日か6日ぐらいになってるんですけど、ちょっと早めにね応募した方がいいかもしれません。まず決めておいてほしいのがどのアクセサリーを買うかですね。そこはスマホで使うか、これが重要になってきます。スマホで使う場合にこちらに記入されている機種以外を使う場合はコンバーターが必要になってきます。ここに載っている機種であれば直接接続できるのでコンバーターは必要ないですね。自分はねこれちょっと様子見でいこうと思ってて、エンリアルエアが今度発売されてそれ買おうと思ってるので対応のスマホも買わないといけないんですよね。もしかするとその対応のスマホがこのアルパラにも対応しているかもしれないので、まだねエンリアルエアの対応スマホが発表されてないんで、それを見た後にコンバーター買うかどうかちょっと決めようと思ってます。とりあえず PCVR で使えばいいなって感じですね。だからスマホで使う予定がある人でここに載っている機種の人はコンバーターが必要になってきます。このアルパラケーブルは PCVR やる人はもう必須ですね。もう一つトラッカーのところで説明したアルパラトラッカーですね。先ほども説明した通りにアルパラトラッカーはほとんどの人を買った方がいいと思います。で、後のアクセサリーについては必須ではないですね。このヘイローストラップについてはこちらストレッチゴール2000万円達成で無償で提供されます。で、今の段階であと60万円ぐらいで2000万達成するので、多分これいくんじゃないかと思うんで、これとりあえず買わなくていいのかなと思います。このヘイローバンドは標準のストラップに加えてこのヘッドバンドを装着することで違った装着方法でお楽しみいただけますってあるので、標準のストラップがついてくるので、こちらは2000万達成しなくても標準ストラップで遊べるので必須ではないと思います。で、ちなみにこの1000万の方はこちらに説明が書いてあるんですけど、 HDMI インターフェースコンバーターはこれはもうもらえることが確定します。多分これをパソコンに接続することで 2D モードが使えるんじゃないかなと思いますね。ということでこのアルパラケーブルとトラッカーがセットのコースを選べば OK ですね。それでこのリターンの中でどれかというとこれですね。他のセット内容のものがあったりとか単品であったりとかいろいろあるんですけど、自分はもうこれ確定って感じですね。このセットね一応8万円なんですけど、これね残り人数が決まってるんですよね。
もしかするとこの動画上げてからこの枠埋まっちゃう可能性あるんじゃないかなと思ってます。もう確実に買うって決めてる人は早めに買っておいた方がいいと思いますね。しかもあと8日ですからね、駆け込みで買う人も増えると思いますんで。ということでこのリターン選択します。で、クレジットカードを選択して住所入力。これで OK かな。一応システム利用料が220円かかるみたいです。これで OK。はい、支援しました。よし、これで1月に到着するということですね。いやー、楽しみだ。今回の動画かなり長くなってしまったので内容をまとめました。長所は重量が 200g、 解像度は片面 2560×2560、 ディスプレイはマイクロ有機 EL、 PPD が 38.1、 度数調整が可能なこと。本体のみが65000円です。短所は視野角が実測値90度、ノルエアのトラッキング精度、フェイスクッションが薄くて硬い、色周差があること、ケーブルの取り回しです。やはり高画質であることが一番の長所ですね。重さが軽いのと同じ価格帯のヘッドセットと比べると安いこともいい点です。短所は細かいところで色々あるんですけど、それを打ち消してくれるほどの高画質だと思っています。製品版で改善されることが間違いないのはアルパラトラッカーによるトラッキング精度の向上、リフレッシュレート向上の残像感の軽減です。この2つが改善されればその他は改善されなくてもアダルト VR メインで使おうと思っている自分にとってはそこまで気になる要素ではありません。もちろん VR ゲームで使う場合も本当におすすめです。今回紹介したモデルは PCVR 版ですけど、初めにも言ったように今後オールインワンモデルでスタンドアローンのものが発売予定です。パソコンを持っていない人や無線で使いたい人はそちらが発売するまで待つという手もあるかもしれません。自分もそれ少し考えたんですけど、詳細がそちらの機種はまだ分かっていない段階なので発売がいつになるか分からないと思うとそれまで待っていられないと思いましたね。もしかすると1年とか2年とかかかるかもしれないですしね。その間この最高なアダルト VR が体験できないのはこれ無理だと思いました。製品版が届いてから実機レビューもしたいんですけど、今回のレビューでほとんど言い尽くした感じあるので、もし他にもここもっと知りたいなとかあれば気軽にコメントください。いろいろもしあれば動画にします。アルパラ社の他のヘッドセットの続報があればこちらは随時動画アップしていきます。 VR 関連の最新情報もアップしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。今回のアルパラ実は2週間前ぐらいに Twitter で実機の質問を受け付けていました。動画アップするのに情報をまとめて編集するのに結構時間かかってしまったんですけど、 Twitter ではより早く情報をアップしていることもあるので、ぜひ概要欄からフォローの方をお願いします。ではかなり長くなりましたけど最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。